2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー6。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ラゲッジネットの使用感。ラゲッジネットのおかげで2を乱雑に積んでいてもハッチを開けての荷崩れはありません。使用感はとてもよく気に入っています。ラゲッジマットの取り付け。カーゴスライドボードを外してラゲッジマットを敷きます。外さなくとも敷けるのですがフィット感を見ていただきます。このように薄くできています。これで多少の雨や雪も大丈夫になりました。寸法的にぴったりで綺麗に収まっています。出しゃばらず良い感じになりました。ラゲッジ用コンテナの設置。ホームセンターで手頃なコンテナを見つけました。これ以上適合するボックスはありませんでした。蓋固定用のバックル付きですので振動音を防ぎます。この骨組みに合わせて切り込みを入れてより背もたれにフィットさせています。そこには100均の 5mm 厚カラーボードを敷いています。裏側にも同様に切り張りして振動音の対策をしています。蓋は結構音がするのでこれで良い効果が期待できそうです。スライドボードとの間は5センチほど隙間を確保できています。これで多くはないですが必要工具等の2を積むことができます。これより横が大きいサイズはないので両サイドには軍手の束等を入れて箱の動きを止めます。動画はリアシートカバー加工計画に進みます。リアシートカバーの加工計画。シートの加工図です。カバーは 1330×440mm ですがシート自体は 1070×460mm です。なのでカバーはシートより 260mm 長くて幅は 20mm 短いのです。ベルトホルダーに合わせて穴を開けて置いただけではずれてしまうのでマジックテープで固定します。260mm 長い分はドアとの隙間に折り込みます。奥行きが 20mm 短いですが今回は致し方ありません。次回以降新調する際に考慮したいと思います。この寸法で加工に進みます。シートカバーの加工。リアシートカバーを再利用するため少し手を加えています。シートベルトのホルダーがセットしにくいのでカットして糸で二重に閉じました。これでカバーをめくる必要がなくなりました。裏側には4箇所マジックテープを縫い付けています。これはシート前側の受けです。1mm のソフト塩ビパネルにマジックシートを貼り付けています。シートカバー側は貼り付けではなく縫い付けています。背もたれ側も同様に縫い付けています。
あとは両サイドにずれ止めとして設けました。これで洗濯も容易にできます。この状態でシートに取り付けてみます。両面テープの確認。マジックテープを固定するため両面テープを試してみます。シートの表面は撥水加工のため多分在庫の中で使えるものはないと思いますが、試してみましょう。右からレギュラー、強力、超強力タイプ。上は防水型、それとゴム用強力とシリコーンゴム用 5302A です。シート表面は剥離紙と同じ状態なので難しいと思いますが、やってみます。目立たないところで変色しないことを確認してから表面を軽く脱脂しておきます。おのおのを右から順にシートに貼り付けてみます。一般用です。全くダメです。粘着型強力タイプです。一般用と変わりません。超強力です。これも同じです。プラスチックにはよくつきます。ゴム用強力です。同じですね。防水の強力タイプもあるのでやってみます。変わりありません。金属、プラスチックとシリコーンゴム用です。頼みの綱はこれだったのですが、とりあえずやってみます。最後にシリコーンゴム用を試してみます。貼り付け面が決まっていて透明剥離紙側がシリコーンゴム用です。テープ自体薄く剥離プラがなかなか分離できません。努力した割にはご覧のように全てダメでした。やはり剥離紙のような表面に有効で、しかも安価な両面テープはないようです。シートカバーの取り付け。後部シートは前述のように約 1070×460mm です。ちょうど良いところにプラスチックの部分があります。ホルダー側のカバー受けはここに貼り付けました。ここは撥水面ではないので普通の両面テープが使えるのです。こちらはサイドの受けです。結局合成ゴム用の接着剤を使いました。シリコーン系の表面加工なので各種両面テープは全く歯が立ちません。カバーを取り付けます。マジックテープの位置を合わせるだけなので簡単です。
前面のシートカバー固定は新しいシートに接着剤を使うのは抵抗があるので見合わせます。それでも両サイドの固定で十分なように見えるので、このまま様子を見ようと思います。長い分は巻き込みながらカバーを引っ張って留めます。ここはシートの隙間にこのように押し込みます。このようになりました。これでベルトの取り付けはカバーをめくらなくとも良くなりました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。